こんにちは、聖堂です。千字文を草書でとのリクエストをいただきました。千字文というのは文字通り漢字一千字で書かれた漢詩で、驚くことに一字の重複もありません。文字習得の教材として用いられ、書の世界でも古来から数多くの書家が千字文を書き残しています。書体も開行層それぞれあり、草書ではこの3つが特に有名です。今回は千字文の冒頭の2句、天地元寇、宇宙高校を取り上げます。最初の句、元は黒いという意味があり、天は黒く、地は黄色という訳になります。なんで天が黒なのか不思議ですが、黒は神秘的な色、崇拝の念を持って見られた色とのことです。宇宙高校の高校は、とてつもなく広大な世界を意味します。非常にスケールの大きなオープニングです。では書いてみます。字の解説に入る前に、一点だけ草書の特徴について。草書は同じ一つの漢字でも書き方に非常に幅があります。なぜかというと、草書はもともと隷書を早く楽に書くために生まれましたが、そのための簡略化の度合いは必ずしも一定ではないからです。原型に近いものから徹底的に変形したものまで実に様々、とても一つには絞れません。そこは行書も同じですが、幅がまるで違います。また、曲線的で線が連続する特徴があるので、おのずと抑揚やスピードの変化が生まれます。そのため、書き手による違いがより鮮明に出てくる結果となります。よく、楷書は立つが如く、行書は歩くが如く、草書は走るが如しと言われます。最もスピード感あふれるのが草書であり、それだけ多彩な変化も伴います。では、相当好き勝手に書けるのかというと、全くそんなことはありません。草書が書きやすさと引き換えに失ったのが読みやすさです。簡略化すればするほど、他の字と区別がつきにくくなります。ちょっとした点画の違いで全く別の字になってしまいます。つまり書く方もあくまで草書のルールの範囲に収まるような書き方をしないと正しく読んでもらえないわけで、いい加減どころかむしろ細心の注意が必要となります。草書にはそうした幅と制約があることを頭に入れていただいた上で、今回の字をご覧ください。これはスタンダードに近い比較的よく見る形だと思います。あまり極端に飛んだり跳ねたり変形したりせず、適度に抑制を効かせています。とはいえ草書ですから、筆が走るところはしっかり走らせています。順に見ていきます。点。楷書の点とは似ても似つかぬ形ですが、
これはひらがなの手の元になった字です。これだともっと手のイメージが出るでしょうか。点ではなく手に近いと考えるとすんなり書けます。地、辺から作りへ一気につなげています。このあたりの連続性を大切にしましょう。こうした部分の簡略化はなかなか気持ちの良いものです。弦はもっと横幅をとって左右にジグザグに振るような書き方もあります。ただ今回の字の配置だとすぐ横に長い横画があり、それと被るのは避けたいので縦に流れるような書き方にしてみました。こうして周りの字との調和を図るケースもあります。この2本の横画、活字と逆で上の方が長いパターンが古典では主流です。どちらであっても長短のメリハリをつけましょう。長短のメリハリは開行相共通です。筆脈の連続、線として見えない部分もしっかりつなげます。うはひらがなのうの原型です。こうした書き方の方が素直ですが、ここでは筆順を変えるパターンにしています。最初の横画からいきなり下がり、再び上がって2番目の横画。草書にしかできない離れ技です。中、大きな円、小さな円、円弧が連続するイメージです。円に近い曲線が出てくるのも草書ならではの世界です。こんな書き方、楷書、行書ではありえません。これも典型的な崩し方です。三髄は線一本に。このあたりは短くクイクイと小気味よく進めましょう。先ほどの点や弦も同様です。もうこういう形だと思ってもらうしかありません。草冠はたびたびこの形で登場します。中の部分は、これなら原型のイメージが湧くでしょうか。最後はもっとうねりを効かせた書き方もあります。全体見ると、今回は半紙に4文字ずつ収めたので、字の大きさや位置がほぼ揃っています。これを縦一列に並ぶように書くと、先ほど見たような字の大小や列のうねりが生じたりします。不揃いの面白さです。また撮影の関係で紙をずらしながら書いたので、文字と文字の連続性があまり出ていません。気持ちの上ではつなげていますが、例えばこういうあたりにもっとつながりが出ても良いと思います。今回は以上です。草書特有の表現の幅、その幅こそが楽しさでもあり、難しさでもあると言えます。まずは古典などを見ながら、いろんな書きぶりを試してみてください。自分の感性に合うものがきっと見つかると思います。ご視聴ありがとうございました。